今回私が着てる衣装の方がなんと、海外からでも買えるということなので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。タコが頭から出てる。高橋さんはアイドルとか聞かないんですか？体壊した時ね、ちょっと嬉しかったハイパー木村優です。ハイパー木村優でこうやって技法をみんなに見られちゃって大丈夫なんですか？普段からレイヤー分けなくてめんどくさいと思うもん、やっぱり書き方が。本当ですか？もっと簡単な技法はあるけれども、あえてこの書き方でやってるんですか？Hi everybody, this is Kimura You. I am the most pink creator of the world. 今日はなんとクランチロール×ギャラクシープレゼンツハイパーソニックミュージッククラブコラボアイテムに合うメイクを私がやったんですけれども、なんと今日はそのハイパーソニックミュージッククラブの作者である高橋博之先生が、私の写真の上からイラスト加工をしてくれるという企画でございます。高橋博之先生です。どうも軽いよろしくお願いします。よろしくお願いします先生。今日はよろしくお願いします。どんな感じに仕上がりますか？どんな感じに仕上がるんでしょうね。ちょっと話しつつはいやっていけたらいいんじゃないかなと思いますけどね。はい、では早速よろしくお願いします。はいはい行ってみよう。行ってまいりましカタカナが多い。ょうカタカナが多い。この写真でいきますね。はい、まさにさっき撮ったばっかりの撮れたてほやほやな写真を今加工してもらってるんですが、こうやって人前で加工することって結構あるんですか？時々あります。あります。わー、いいですね。いい感じに。これはい、顔絵にします。顔絵、顔の部分をはいイラストに変えます。イラストに？はいという感じで。おー、それは噂のベジェ曲線ってやつですか？ベジェ曲線ですね。ベジェ曲線？ベジェですよ。ベジェなんですね。ベジェかと思ってたベジェ曲線でそうなんでです。切り抜いていくんですね。そうなんです。ちょっとね、最初の辺地味な作業なんですけど、いや、すこごい。れさえやっちゃえばサクサクっと。うわ、もうなかなかこんな生で見れるなんて貴重です。すごい早い。ちなみに高橋さんはいつもマウスだけなんですか？そう、マウスなんですよ。いつも、ペンタブ買ったんですけどね、はいはい。なんか合わなくて。マウスのが簡単ですか？マウスの方が簡単ですね。どうなっちゃうんだろうこれ。このまま顔がなくなっちゃうのかな。ペロ。なくなった顔なしになっちゃった。これ顔どっかに見ながらの方がいいな。すごい。顔だけくっきりなくなってる。すごい。高橋さんの頭の中はどうなってるんだろう。あ、これちょっと現れた。顔をちょっと見なが見なら。がらにしようと思います。なんか高橋さんの絵って顔が色が赤色だったりとかするじゃないですか。はいはいはい、しますします。あれはもうなんかすごい高橋さんの中にあるこう人間がこうだったらいいのになとか、そういうイメージがあったりするんですか？赤くする時ですか？はい。あれは鬼とかなんですか？鬼じゃないよ。人間ですよね。人間なんですか？すごい。これも神業ですね、本当に。とりあえずね、描くけど多分最初あんま似てない
けど後から見せるから、あんまり気にしずに見てて、はい。あ、でもまずはこう本当に切りっぱなしの線なんですね。そうなんです。へえ。こんな風になってるんだ。いや、早い。うん。早い早い。この状態からあんなにちゃんとしたイラストになっていくんですね。まあ多少荒いけど多分。今なんかすごい。顔漫画っぽくちょっと顔を描き換えますけど。はい。ここからどうやってあのイラストになるんだろう。まずは全部黒で描いていくんですね。そうなんです。最初黒ですね。でバランスとか整えつつはい。描いていって、色は最後です。へえ。ほとんどねこの洗顔のね、はい、作業がほとんど全てって感じですね。へえ。じゃあもう線である程度かたどってから命を吹き込んでいくみたいな。命を吹き込んでそうですね。すごい今の状態なんかすごい不思議な顔だけど、これを一個一個バランスをちょっと整えつつ。へえ。あ、ちなみに話は広げても大丈夫？あ、広げても大丈夫。最近何やってるのか。最近はい、わかりました。最近何やってるのか、プライベートのことハマってることありますかとか。はい、ちなみにこれって何歳ぐらいから始めたんですか？絵はね、はい、ずっとちっちゃい時から描いてたんだけど、はい、このイラストレーター使いになってからは。イラストレーターはねそんなに後半ですね。へえ。何年目ぐらいですか？でも多分10年ぐらいやってんだけど。わ、すごいすごい。ずっとでもアナログでやってたんですよね。一番最初はライブペイントとかこの前やってもらったやつが最初ですか？それともこういうイラスト的な仕事が最初ですか？最初はい、なんかどこで絵を発表しようかなって思った時に、僕はクラブだったんですよ。クラブでライブペイントをやるのがスタート。イケイケですね。なんかね僕ストリートとかで売るの向いてなかったし、なんかそのデザインフェスタみたいなああいうのもなんかちょっと嫌で。当時そういうライブペイントをクラブでする人って多かったんですか？多かったんですよ。ヒップホップがすごい流行っててね。意外、ヒップホッパーだったんですか？そう、すごいヒップホップ好きでした。意外です。そうなんですね。だからこのハイパーソニッククラブミュージックなんですね。あ、そうかも。そうか、じゃあ根底にはヒップホップの魂があるんですね。と思います。昔からこういうカラフルな作風なんですか？いやね、違います。なんかね、中二感満載だった。中二感満載。そう、グレー。いつからこうカラフルに目覚めたんですか？でもやっぱね、クラブとかで活動始めた時かな、多分。そっか、クラブの人って派手ですもんね。そうだね。すごい、もう
目の玉が入りました。そのままだ可愛くない。これ目が四角いの？あ、四角くないよね。目は一応丸です。一応この高橋さんが描いてくれてた絵の人に合わせて黄色とピンク。あ、本当だ。あ、本当だ。そのキャラだったんだ。そうなんです。ありがとうございます。でも眉毛はこのう人だったりいろいろ混ざってん。いろいろます。混ざって。そうなんです。人らしくなってきた。ちょっとだけね。はい、目が入ると。見にくいから隠そう。わあ、アイシャドウみたい。あ、消えた。見にくいから隠しただけなんです。ねえ、すごいテクニックが詰まってます。あんま顔が可愛くないな。高橋さんはどういう顔が好きなんですか？顔？いろいろでもはい。あるじゃないですか。はいはいこう高橋さんが描く絵でもそうですね。すごいつり目になったり、結構その時々で違うブームがあるんなんですか？か可愛い顔描くと、はい次ちょっとクールなの描きたくなったりとかで変わったりするんですけど、なるほどなるほど。あんまでも僕ね萌えっぽい可愛いの得意じゃなくて、本当ですか？そう難しくて、嘘。なんか笑ってない顔とかの方が得意。あー、へえ。やっぱりとんがったクラブの血が流れてますね。萌えよりは萌えよりクールな。そうだね。釣り目っぽい方が多分得意かも。どへえ。ちらかっていうと。すごいすごい。違うねなんか。いやでも結構私も釣り目なので。本当だ。そうなんですよ。あんまりそんな印象がなかったな。でも自分の釣り目が嫌で垂れ目に見えるようなメイクをしてたんですけど、なんか高橋さんのイラストは釣り目な印象があったんでラインをキュッて入れて。本当だ。だいぶ釣り目になってる。すごい。顔がでかくなった。ちょっとバランスを二次元寄りにしつつ。高橋さんって実写をイラストに描いてる作品多いですよね。実写をイラストになんかこう実写と同じように描いてる作品。多いね。結構されてるんですか、そういう仕事は。それもね、もう依頼があればなんだけどね。そうなんですね。なんか高橋さんの画像を普通に私ファンでずっと検索して撮りためてた時に、赤い髪の女の子を描いてるのがあって、それがすごい。そう、あれはなんかでもそういうねコラボの企画だったんで、写真と。そうなんですね。へえ。目が青くなった。目が青くなった。白目のところね。はい。ちょっとね、僕白目をね白くするのがあんま好きじゃなくて、ちょっと青くしたりとか、ちょっと色を変えるんです、いつも。確かに目黒いのありますよね。黒いのもいるね。すごい可愛い。黒くしよっかな、じゃあ。本当ですか。怖い。やばいね。やめとこう。すごい。そっか、白い目ってあんまりいないんですか。そう。でもこれもちょっと緑っぽい。あんまり僕白色使わないんですよ。黄色とか青っぽくしたりとか。なんで白いの嫌なんですか。なんかね、白も黒もあんま使わないんだけど。はい。嫌いで。白目が嫌いな人初めて見ました。白色を使いたくないんですよ。そうなんですか。黒色も使いたくなくて。
やっぱりカラフルにこだわってるんですか？そうなんかね黒とか入るとね強すぎるんですよ。なんかこいつが今の黒だからだいぶ強く見えてるんだけど、じゃあ後でちょっと薄くしたりするんですか？そうへえ。そうしないとなんかねこ浮いちゃうみたいな。そうなんか強すぎる主張が。本当だ。よく見ると線黒くないですそうこのね。目とかもちょっとブルーとかね本当だ。なっていますよ。本当だ本当だ。そっか。鼻がちっちゃくなった。漫画っぽくしようかなと思って、もう少し。かわいい。でもだんだんと高橋さんの絵に近づいてきましたね。そうです。おお、ちょっと反転した状態が見たいな。反転全てをロック。おお、デッサンのズレが一回一回やっぱ確認していくんですか？そうかなり最終的に反転した状態で完成とかになる時もある。私もたまに自分で描いて反転させたりするんですけど、顔が全然ずれちゃってて、ね、それってやっぱデッサンとかってなんか基本のやつがあるんですか？こうするとちゃんと目の位置は左右対称とか、そうちゃんと最初にねなんか十字切ったりとかしてやっていけばずれないんだけど、今こう勢いで描いてるから。本当は十字を切って描いてることが多いですか？描かない。描きながら修正しちゃう。へえ。そっか。すごい。学校の先生されてることとかは言っても大丈夫ですよ。大丈夫ですか？じゃあもともとこう今学校の先生とかされてるじゃないですか。そういうやっぱりイラスト描くにあたってそういう基礎のこととかってやっぱ必要だったりしますか？難しいな。いらなかったりもする気がするんだけど、まああった方がいいと思うけどね。やっぱそうなんですね。すごい線がちょっと変えつついい感じに強弱がついてきましたね。多分まつげ描くと可愛く見える。うわ、こんな風に動かすんだ。そう地味でしょう。いやでも早い。普通にこうフォトショップとかで描くよりも早いですね、これだと。すごい。私も使いこなせるようになりたいな。これでも私もベジェ曲線でしたっけ？ベジェ曲線。ベジェ曲線が本当に苦手すぎて。これね、ちょっととっつきにくいと思う。やっぱそうですか。僕もこれで今描いてるけど、初めて触った時こんなんで誰が描けるんじゃいとは思ったもんね。でもやっぱこっちを選んだ理由とかってあるんですか？曲線がね、曲線フェチみたいなとこがあって。曲線フェチ？すごいなんか綺麗な曲線を描きたい。あとなんかイラストレーターってドットじゃないじゃないですか。どこまで行っても綺麗なそうですね線が出るので、拡大しても点々にならないですよね。それが結構好きで、ちょっと可愛くなってきた。より高橋さんの絵に近づいてきましたね。まつげを描こう。すごい。でもこういうの描いてると俗に言うやっぱね可愛い萌えキャラみたいのがね、うまく描けんですよやっぱり。でも高橋さんに描いていただいた私のキャラクターのピスタチオ。そうです。ピスタとチオすごい可愛かったです。そうですか。元があれ可愛すぎてでももう萌えのやつだったんですけど、でもやっぱりさすがと思いました。ですか。なんか描いてる人何度か僕お会いしたことがあって。本当ですか。でも彼女もクラブっ子ですよね。なんかアニソンイベントでね、話してよく
く絵を見てますよとか喋ってて。あ、そうなんですね。そっか。脳内解放とかしてます。ちょうど今夜でしょ。そうなんですね。今夜新宿でやってます。私彼女に連絡を取りたくて、うん、その脳内解放の人に電話して連絡先教えてもらった。それきっかけでなんですね。はい、そうなんですよ。面白い。そうなんです。そしたら連絡取ってみたら、もともとフォローしていただいてて、ファンだった。ライブにも来てくれてたみたいで。じゃあもう連絡来た時めっちゃ嬉しかったね。だといいですね本当に。すごいかわいい。光が入るとより目がキラキラしてますね。そう、いい感じになってきましたね。かわいい。やっぱり実物よりも目が3倍ぐらいそうやっぱね、でかい。リアルに描くとやっぱね、ちっちゃいですか目が。本当だ、全然目の大きさが違う。顔の大きさもだいぶ変わってるけど、すごい。ちょっと顔大きくした方が可愛くなる気がして、すごいな。はみ出るな。はみ出た。隠しとこうこうやって技法をみんなに見られちゃって大丈夫なんですか？僕ね、でも結構こういう絵の描き方の本何度も出してるんですよ。そうなんですね。でもね、あんまやってくんないですね確かに高橋さんに憧れて買って多分見て、きっともう挫折しそうですよね。ここはこれ描いててもやっぱね、めんどくさいと思うもん、やっぱり描き方が。本当ですか？もっと簡単な技法はあるけれども、あえてこの描き方でやってるんですか？眉毛。おお、グラデーション眉毛ですか？たまたまだっただけですね眉毛の色が色ついてると可愛い。今何色が良かったですか？何色がいいですかね。なんかそういう感じで変えていきましょうか。三浦優さんチョイスで。私一応この眉毛はこの子の眉毛を意識したんですけど、どうしよう。ピンク。緑も可愛い。でもなんかピンクがいいね。じゃあぜひピンクで。このキャラクターはちょっとマロ眉ですよね。そう、マロ眉にしよう。マロ眉好きなんですか？そうなんですよ高橋さんは和のテイストが結構好きなんですか？好きですね。なんかこう、僕の作風と合ってる気がするんですよね。その和っぽい表現と、このちょっとエキセントリックな感じと、やっぱり世界の人に受ける和のテイストと日本のこのカラフルなテイストがやっぱり高橋さんの真骨頂ですよねでもね、そうだね、最初行った時は全然そんな考えてなかったんだけど、持って行って、そのフランスとかにその時に言われて、最初がフランスのイベントだったんですよ、きっかけが。それジャパンエキスポとかですか？もっと全然違って、ファッション系のね、プルミエルビジョンっていう。プルミエルビジョン。そう、なんかね、ファッションのトレンドとかをこの決める感じの日本一みたいな。そこでテキスタイルデザインを売りに行ってたんで、最初。テキスタイルデザインしてたんですか？そうだけど、絵も一緒に持って行って、こういう絵描くのが好きだった、そしたらそっちの方が受けて、これは日本人ならではだみたいな。なるほど。普通にデザインで勝負してもやっぱね、勝てなくて。やっぱフランスの人はすごいですか？綺麗、やっぱ綺麗だし上手だし。今ちなみにこれは何をしているところですか？これちょっと口のさ、プニッとしたさプニ感を影を出してとか、ちょっ
簡単な色なんですけど、これちなみに技法としてはぼかしですか？ほんとね、ぼかしでもなくてね、はい。ただのね丸なんだ。丸。ただのこう丸のグラデーションを大はいげさにやると、こんな感じのへえ、あ、をただ置いてるだけ。なるほどなるほど。これを定山って言ってこう色が重なる状態にして。定山、私使ったことないですそれ。すごい。邪魔だこれやっぱり。あ、それで描いてくんだ。そう、ほとんど僕だからあんまり複雑なねグラデーションとかあんま使わないですね。いやでもすごい。もうイラストレーターでこうやってパーツを重ねて描いていくとすごいレイヤーの数になったりするじゃないですか。うん。それなんか分かんなくなったりしないんですか？僕ね、はい。普段からレイヤー分けなくて。え？普段から僕絵描くときレイヤーね2枚ぐらいにしかならないですよ。え？2、3枚ぐらい。これレイヤ今だって全部レイヤー1個だしこれも。ー、あ、本当だ。僕レイヤーを分けないんです。分けなくて大変なことになったりしないんですか？うん、大丈夫。すごい。なんかね、もともとこのイラストレーターっていうソフトがね、はい。お絵描きを描くソフトじゃないからそうですよね。作業っぽいんですよ、描いてても。はいはいはい。でレイヤーを分けるとなおかつそれが作業っぽくなってしまってね、気持ち悪くなっちゃうね。絵を描いてんのか何やってんのか分かんなくなっちゃう。不思議。フォトショップとかだとレイヤー分けないと大変なことにフォトショップだとねなるじゃな分けないいですか。とダメだと思うけど、いや、あれは分けなくてもいいんですあれね。分けなくても大丈夫だと思う。そうですよね。なんかたくさん選ばれちゃったりしないんですか？選択しようと思った時に。なるね、たまに。なってもなっても大丈夫なんですか？なっても大丈夫、そんなに修正しない。やっぱなんか仕事が早いですよね。なんかありがたいことに僕結構この癖の強い感じの絵を描いてるんですけど、はい。それでなんか、なんとかお仕事がもらえているんですよね。それであんまりこう修正もなく仕事ができるからできてるのかもしれないけど、すごいです。確かにこう提出してみて修正量が半端ないと焦りますよね。ね、いっぱい修正来るとやっぱ大変じゃないですか。そうですね。いろんな器用にかけ分けるタイプのデザイナーさんだと。そっか、もう高橋さんにしか描けないイラストだからそんなにもう修正も来ず。しましまにしよう眉毛を。しまししましま。あ、自分でグラデーション入れた。自分でグラデーション。これどうやったらこれできるんですか？これね、スウォッチって言ってね、はい。スウォッチ。この中になんかパターン突っ込むとはい。勝手にできるんですよ。すごい。わあ、斜めにもできる。やっ斜めの方が可愛い。ぱ使いこなしてる。高橋さんの本買います。これ載ってますか？これ。こんな書き方載ってますけど、はい。でもとてもね、文字で説明すると確かに。分かりにくいから、文字で書いているのを見るとねうん分かりやすいかもしれないけど、もうこのムービー欲しい。確かに文字で説明してるの読んでも分かんないですよね。そう、なんか作業がやっぱ僕ややこしいんです、やってることが結構サクサクやってるけど、これをね文字に変えるともう途端に僕がね説明文章作ってても、はい。これあかんわと思う。でも文章に起こす方もめんどくさいですよね。大変だね。大変。うわあ、すごい。ちょっと蒸散入れるだけで全然雰囲気変わりますね。うん、顔の辺にやっぱね書き込むと。
可愛いっぽくなりますね、やっぱね。可愛いっぽくいや可愛いです、とても。上が青で下がピンクなんですね。でもこれ高橋さんのあ、僕そうなってた。絵をそのまま見てやったんですよ。かわいい。わあ、アイシャドウが入った。いい感じに。この辺顔だけ終わったらね、あと結構コラージュっぽくいこうと思うから、へー、サクサクっとスピーディーに。これ以上スピーディーになるんですね。展開がちょっと遅いじゃないですか、やっぱりね。いやでもすごい興味深いです。なんか目の下に点々とか描きたいな、これ。おお、ああ、言われてみれば高橋さんの絵にはよくこういうのが入ってた。高橋さんもともと原宿系とか好きなんですか？どうなんでしょう、僕はい。どこが好きなんだろでもイラストには結構原宿系っぽい女の子多いですよね。あデコラ。デコラ、ああでもデコラっぽいのが好きかも。へえ。原宿自体にはよく行くんですか？あんまり行かん、あでも行くかな。行く方かも。行く方。買い物とかをするわけではないけど、はい、結構なんかプラップラっと行くんですね。行ったりするわ。へえ。じゃあそういうところからもちょっとだけインスピレーション受けたりとかするんですか？そうだね、参考にはするかな。結構しないかも。やっぱクラブからですか？そう、音からね、僕すっごいイメージが湧くんですよ。音から。そう、うん、楽譜ってさ、うん、音をこう楽譜にするじゃないですか、書いて。はいはい。で絵も結構僕それに近いものがあって。じゃあ音を楽譜にしてるかのように絵を描いてるんですか？そんな感じです。リズムを書いてる感じ。感覚的にはリズムを描いてる感じ？感覚的にはそういう感じなんですけど。すごい、もう天才ですね、発言が。リズム感って感じ。リズム感。あ、でも私も絵を描くとき絶対に音楽じゃないとダメですね。なんかずっとラジオを聞いてたんですけど、はい、何も思い浮かばなくて、よくボーカロイドとかを聞いてます。あ、書くときに。はい、なんか人間の声だというダメなんですよ。あ、なんかそれに引っ張られますね、確かにイメージがね。あ、やっぱそうですか。僕あれです、音楽、はい、リズムだとか言いつつ、はい、絵を描くとき音楽聴かないです。どっち？無音ですか？じゃあもうただ黙々と絵を描いてるだけですか？そう、ひたすらこのクリック音がカチカチ部屋に鳴り響く感じですかね。前すっごい集中していろいろ仕事してた時に、はい、ご飯をね全然食べなかったんです。それでなんか前も話してたけど結核でなった。あ、そうだ、病気になったって言ってましたよね。そうそう、入院しちゃったのね。すごい。でもなんか芸術家ってそういう人生を送ってそうですよね。確かにね、ちょっと体壊した時ね、ちょっと嬉しかった。俺も芸術家の仲間入りだよって。集中してやってる人だとでもそれからは健康に気を使って、うん、今は結構食べるようになってだいぶ太りましたね。よかったです。なんかあれ交通事故でしたっけ？交通事故もやりましたね。交通事故は単純に僕の飛び出しです、はい、結構そそっかしいところがあるんですね。すっごいそそっかしいんですよ。すぐなんかね、怪我します。でも私も一緒かも。すぐ転ぶし、階段とかも。私もすぐこけるんですよ。仲間ですね。仲間。やっぱなんか常に考えちゃいません？次何書こうとか。
ああ、うんうん、考えてる。なんか考え事してると足がぐねってなってよく転んじゃいます。ぐねりますね。ぐねります。わ、かわいいメッシュがたくさん入った。そうだ、ちょっとこの辺なじませないと皮が浮いちゃうか。そっか、これを入れることによって浮かないように。境目をね、あやふやに。おー、ちょっともうこれいらないな。うわー、すごい。うわちょっとイラストになったね、顔がね。ー、バッチリバッチリ。かわいい。すごいなー。こんな一瞬で描けるんですね。でも結構描いてる時間。普段もっと早いんですか？いや、普段遅いです。ああ、じゃあ今日もちょっぱやで。いや、でもそんなに僕早い方ではないんですけど。すごい。尊敬します。私こんな早く描けない。わあ、水玉になった。水玉をちょっかわいい。と足してみます。私この水玉の作り方すらわからない。あ、かわいい。やだ、ちょっと便利これ。いいですよね。便利。私デジタルなんですけど、すごいアナログで水玉やりたかったら全部自分でこう書いてます。味があるね、でもね。いや、もうやり方が分からなくて。あ、なんだこれ。いろいろね、いろいろの素材があってね。あ、自分で書いたの。そう、こういうのをなんか持ってきて使うんです。おお。あ、桜ちゃん、かわいい。ハートとか。ほっぺにハートを。早い。早い。あ、高橋さんの絵っぽくなってきた。かわいい。あ、ちょうど前にやった桜のメイクみたいになってる。そう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 。ドドって書いてドンドンでしたっけ？どんどん。でもこれ自分で描いた絵なのに忘れちゃってる。どんどんですね。どんどんですよ。どんどん入れましょう。どんどん。どんどん。どんどんだな。どんどん。ああ、やっぱいられ便利だな、すごい。こういうのはね、向いてますね。なんか形変形させたりとか。へえ。もう一瞬ですもんね。図形っぽいのはかなり早い。わーい。かわいい、かわいい。アクセサリーをいっぱい足そう。これね、アクセサリーデータなんだけどさ、何がいいですか？かわいい。タコの足とかつける。タコの足ぜひ。タコの足。あと星も、星も。タコの足どっから出るんだろうな、これ。頭から。あ、すごいかわいい。めっちゃかわいい。これちょうどこの辺にスポッて入れちゃいましょう。タコが頭から出てる。ちょうど角度的にはまるな、これもう用意しておくんですね、先に。これはね、そう今まで書いたのを使えそうなのだけこう抜いておくクラんですか。ップしとくんですよ。へえ。あ、それはいい。私もよく使い回します。そう、いられはすごいそれできて。へえ。星どこの辺、どこに星？頭かな。デコっていきましょう、これを。なんかこの星かわいい。あ、これ？はい。あ、これね、その漫画のキャラクターの頭についてる。あ、そっか、そのまま。そう、だからちょうどお揃いになる。お揃い。どこにどこにつけたいですか？ここに。顔でもどこでも頭でも。なんかここら辺かな。あ、でも
ぴょこぴょこって感じ。ぴょこぴょこ。そう、これをイメージしてこれ買ってきたんですよ。ああ、私すごい。雷もついてるもんね。そうなんです、おまけに。これもし目。あ、なんかこの気持ち悪いやつはこの辺？このこれサナダムシみたいな、これ目だよ一応。あ、目なんですサか。ナダムシじゃないよ。うわ、かわいいこれ。これもこれこの辺につけとこうか。かわいい。うわ、やばい、第三の目が開眼された感じ。やばい、第三の目が開眼された。怖すぎる。これなんかどっかこの辺にやっとこうかな。わあ虫がくっついてるみたい。これが可愛いからこれ頭につけときましょう。こんな感じで。すごい。うん。第三の目怖い。ネジ。あ、ネジかわいい。ネジを腕をねおー、止めときます。こうやってすごい固定された。固定して脱げないように。これも頭につけときましょう。デコデコ、これもね、なんかこの目が黒いやつの頭にあ、ついてるやつ。ほんとだ。ハイパーソニックは英語ですけど、どんな話なんですか？はい、学校がね舞台で、はい。なんかね音楽が規制されてるみたいな、学校に。なのに音楽をやっちゃう。そう、それを勝手に学校の部室を改造してクラブを作ってる人人たちがいて、すごい。でなんかその伝説のヘッドホンみたいなのを拾ってくるんですよ。ある日男の子が。でそのヘッドホンをつないで、はい、そのね、このロボットの女の子が機械とつながれるんですよ、サイボーグだから。でその子が自分にヘッドホンつけて機械とつないだら、なんか異次元とつながっちゃって、敵が出てくるんです。こいつがそんな壮大な話なんですね。攻めてくる敵が、で戦うんですけど、っていう話なんですよ。 SF なんです。 SF ですね。めっちゃ。でもこれって高橋さんがお話を考えてるんですか？いや、シナリオはね、パトリックさん、さっき言ったそうなんですね、が考えてて、僕は絵だけを担当して。すごい。そんな壮大な SF だったとは。じゃあもしかして結構先までお話はあったりするんですか？だいぶね作ってあるみたいです。おー、まだねチャプター1が終わったばっかりで、また続きをこの後やっていくんだけどね。すごいなぁ。大変じゃないですか、連載。大変だったそうですよね。そういうの言っちゃ怒られるかな。いやでもすごい大変だった。作家さんは大変なものなんですよ。大変すぎてね、最後の最終話、納品するまでにね2ヶ月かかりましたね。書きたくなくて書けなくて、なんか大変で。そう高橋さんこんなに作るの早いのに大変なんですか？大変なんですよ。これ頭にこれつけよう、機械みたいな。どんなところが大変なんですか？やっぱね、なんだろう、これキャラクター単体だったらすぐ描けるんだけどさ、背景とかいるとか、その他もろもろがいろいろあるから。なるほど。これこういう風にしよう。かわいい。かわいい。そっか、人間を描くのは早いけど、背景はまた別に。背景僕すごい苦手なんですよ。僕の絵ほぼ背景入ってないですね。そうか、確かにそうですね。言われてみれば、いかに背景なしでよく見せるかっていう能力ですね。じゃあ今は高橋さんの未開の地に挑戦してるんですね。ハイパーソニックで。そうなんです。じゃあだいぶスキルも上がったんじゃないですか？上がってるといいんですけど、頭から湯気湯気、そんなに大変だったなんて。
漫画家さんって本当すごいなと思いますね。確かに。おにぎり出てきた。おにぎり好きですか？おにぎり今日2つ食べてきました。じゃあ2つどっかに入れましょう。やばい、握り飯。頭かな、やっぱね。おにぎりもジャパニーズフードですもんね。おにぎりってすっごい可愛いと思うんですけど。マジですか？どこら辺に可愛らしさ？すげえ可愛いじゃないですか。嘘。やっぱりなんかおにぎりって特別な食べ物ですよ、やっぱり。本当ですか？はい、だって食べる機会あんまないですもん。コンビニのおにぎりは、はい、あんまおにぎりとしては認めてないですけど。じゃあもうなんか人類が握ったやつ。そう、人類が握ったやつは。だってさ、人が握ったおにぎりってちょっと抵抗あるじゃないですか。確かに誰が握ったかにもよりますよね。だからなんか自分の身内の人が作ったものとかだったら食べれるけど。確かに知らないおばちゃんの手汗が入って塩味とかだと結構感慨深いですよね。感慨深いですよ。すごい食べ物。なんか食べ物をいただいてるというよりもちょっと、はい、なんか愛をいただくみたいな。ああ、なるほど。愛ってなんだよ。そんな深くおにぎりのこと考えたことなかった。なるほど。どこから湯気が出る？湯気出てる。小指からかな。すごい、小指から湯気出てる。ちょっとすごいゴージャスになってきましたね。そう、だいぶ盛りだくさんになってまいりました。盛りだくさん。やっぱ持ってる時が一番楽しいですか？そう、やっぱね、いいですね。楽しいと思います。すごい。機械だけのパーツもあるんですよ。機械。おお、ああ、コンセントとか。そんな、これパラパラをね、入れたくて。かわいい。電波ですね。あ、すごい。壊れかけの木村になってきた。壊れかけの木村に。壊れかけの木村に。でもこういうのが入ると一気にちょっと電波っぽくなりますね。高橋さんはアイドルとか聞かないんですか？僕仕事で関わるけど、ハマったことがないですね。意外です。そういうのを逆に聞いてそうなイメージでした。こういうなんか画風なんで、はいはい、チップチューンとかもほとんど聞かなくて、ゴリゴリのヒップホップとかヒップホッパーなんですね。本当にラップ大好きですね。なんかね、僕で高校の時もデスメタルとか、ハードコアテクノ、ハードコアとかそうなんですか。なんかね、攻めてる音楽、怒ってる音楽が好きで、だから僕の絵ってハードコア系の人らにすごい好かれるんですよ。そうなんですか。ハードコアテクノとかハードコアミュージック。ハードコアの人たちってこういう可愛らしいの好きなんですね。だってコリーさんのね、あそこもちょっとハードテクノっぽいところでしょ。なんかハードテクノっぽいジャンルの人たちはね、チリジャケットになんかサイバーの女の子みたいな。意外とそういう可愛らしい一面もあるんですね、ハードコアの人。あるんでしょうかね。プレイステーション。私もよく深夜にやってるラップ対決のやつ見たりするんですけど、結構面白いですよね。即興でディスるみたいな。そう面白いですよね。もうなんか顔の周りに機材がすごい。カメラが突き刺さってます。もうどこまでが洋服だか分かんなくなってきましたね。うわ、こんな感じですね。すごい。うわー、すごい。うわー。やっぱ二次元の方が可愛い。いや、そんなことないですよ。そんなことありまくりますよ。すごいすごい。
いい感じに。ここに文字入れたいな。ぜひお願いします。あれかな、ハイパーソニックとかかな。ハイパーソニック。ハイパー木村優ですか。ハイパー木村優でぜひ。あ、ちょっとロゴ。高橋さんのプライベートとかってあるんですか？プライベートありますよ、もちろん。プライベート普段は何してるんですか？普段は、はい、ほとんど何もしてないもう仕事一本イラスト描いて一日が終わるって感じですか？そうですね。映画行くぐらいですかね、普段は。ホラー映画とかですか？ホラー映画は僕ねダメなんですよ。意外、こんなにちょっと恐ろしい絵を描いてたりするのに。僕お化け屋敷とか絶対行きたくないタイプです。じゃあ何ですか、ハートフルな映画を見るんですか？ハートフルな映画も嫌いなんですけど。何見てるんですか？なんかね、はい。いやでも普通のを見ますよ。子供っぽいのとか。ポケモンみたいな。ポケモンとか、はい、トイストーリーみたいなのとか。じゃあもうメルヘンな感じのを見られるんですね。最近僕あれにすごいハマってるんですよ。はい、アドベンチャータイム。アドベンチャータイム。アドベンチャータイム知らないですか？わかんないです。海外のやつですか？そうハイパーソニック U にしましょう。やったー。U って YU。U は実は一文字の U なんですよ。あ、そっか。はい。これだけでいいんだ。これのみなんです。じゃあハイフンつけてハイパーソニック U にしよう。やったー、嬉しい。このロゴも高橋さんだったんですね。そう、僕が作りました。なんかもともとデザイン事務所にいたので。いつから独立されたんですか？すぐ独立しちゃったんですけど、もうやってらない。やってらないってこともないんですけど、なんか自分でできそうだったから。おー、実業家ですね。かわいい。めちゃかわいい。一体化した。実業家。おー、いい感じ、いい感じ。これがにしとこう。かわいい。おー、もともとこういうタイトルのアニメだったっぽい感じで。素敵素敵。すごい一瞬なんですね、こういうロゴ作るのも。これは元が形があるから。すごい。やっぱり本当にプロですね。学校ではこういうとこまで教えたりするんですか？あまりないです。学校課題を結構やらせるのが中心なので、技術というよりも教科書に沿ってみたいな。そうだね。じゃあやっぱり高橋さんの技術を学ぶには本を買うかこれを見るかですね。そう、これをみんなが見るんじゃないですか。すごい。こんなロゴだった気がする。かわいい。わあ、めっちゃかわいい。わあ、すごいすごい。すごい。こんな感じでどうでしょう。わあ、ありがとうございます。完成ですか？完成でいいんじゃないでしょうか。完成しました。1時間でここまでできちゃうんですね。1時間ぐらいですよね。すごい。高橋さんやってみていかがでしたか？緊張しましたね。緊張しまし
か。わあ、入って、はい、そんな風に見えませんでしたが、これどんなイメージで描かれたんですか？これはやっぱりね、木村優さんのイメージです。私のイメージですか？これ頭からタコの足出てますけど、ガチャガチャな。そう、ちょっとねいろいろ足して、はい、2次元と3次元の間みたいな感じにできたらなと思っていいんじゃないでしょうか。ありがとうございます。本当にこれ超嬉しいです。私も本当ずっと高橋さんのもともとファンだったので、本当に首すげ描いてもらえて幸せですこのクランチロール×ギャラクシープレゼンツハイパーソニックミュージッククラブコラボアイテムが、この前ギャラクシーの方で発売されたということだったんですが、そのイベントもこの前行われたということでいかがでしたか？はい、ギャラクシーさんの店舗イベントの方でも、はい、デジタルでちょっとパフォーマンスをしてきました、おお、はい、さん今後の何か予定とかはありますか？ですね、はい、活動はコツコツ続けております。Twitter や Facebook で随時告知をしておりますのでチェックいただけたらと思います。はい、皆さんぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。お願いします。皆さんまたお会いしましょう。See you later! アリゲーター